皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題はウクライナ情勢のニュースです。地上波のニュース報道では、ウクライナ情勢に関する話題は大きな出来事しか取り上げてくれません。しかし、インターネット上では、様々な国からウクライナ関連のニュースは発信されています。情報を自分自身で取りに行く人にしてみれば、ニュースは溢れているわけですが、そうでない人にしてみれば、あたかもウクライナで戦争が続いていることを感じることすらできません。ぜひともこのチャンネルで情報の更新をしていってください。今日最初に取り上げる話題はこちら。読売新聞より、就任初日に戦争をやめると訴えていたトランプ氏、面白半分で言っていただけだ。アメリカのトランプ大統領は、アメリカタイム誌が公開したインタビューで、ロシアが2014年に一方的に併合したウクライナ南部クリミア半島について、ロシアのものになったと改めて強調した。トランプ氏は、ロシアのクリミア併合を許したのはオバマ元大統領だと指摘し、私が大統領なら奪われなかったと主張。クリミアでは多くの人がロシア語を話しているとも述べ、ウクライナへの返還は非現実的だとの認識を示した。ウクライナの NATO 加盟についても、トランプ氏は可能だとは思わないと否定した。大統領選で就任初日に戦争を止めるなどと訴えていたことについては、面白半分で言っていただけだ。みんなわかっていたと語った。トランプ大統領は自分が大統領であったのならば、ロシアはクリミア半島を奪うことはなかったという話をしています。ところがそう言ってオバマ大統領を批判しているトランプ大統領自身が今まさにクリミア半島はロシア領として認めようという話をしています。どっちの方が悪質かといえば、それはトランプ大統領でしょう。国際法においては軍事力を用いて他国に侵略し、その領土を一方的に併合することはできません。しかしそれを全く関係のないアメリカが、はい、そこの土地はアメリカが認めるからロシア領ねというような話をしているわけです。この悪質性は際立っています。そして、選挙戦当時においては、バイデン大統領のウクライナ支援に反対していました。バイデン大統領は非常に愚かな人物で、プーチン大統領を止めることが全くできていないとしていたのです。そして、自分は凄まじく有能であり、プーチン大統領をすぐにでも止めることができる。私が大統領になれば24時間以内に片がつくという話をしていたわけです。しかし、現実は全くトランプ大統領にとっての思い通りにはいっていません。プーチン大統領はアメリカを好きなようにもてあそんでいる状態となっており、今更過去の発言を変えることもできないので、面白半分で言っていただけだなどというごまかしをしているようなものです。現在トランプ大統領ができていることといえば、プーチン大統領の出してきた要望を少しでも多くウクライナ側に強制しようという働きかけを行うことだけです。国際法上に認められない軍事侵略を容認し、クリミア半島をロシアの要望に応じてロシア領へとアメリカが承認する。これはロシア・ウクライナ間だけの話だけではなく、国際秩序を乱す行為として非常に悪しき前例を作ることとなります。軍事力を持って他国に侵略し、その領土を占領し、その土地に暮らしている人々を追い散らし、住民投票によって他の国の領土になることを住民が認めているんだから、国境を動かすことがあたかも許されるかのような話をアメリカが承認してしまうというのは、明らかにこの次の事例を作ってしまうような話です。この似たような話で、もうロシア語を話している人の多いんだからといったようなことを理由としてロシア領として認めようということをアメリカ側の高官の中から話が出ています。この理論で言えば、他国に侵略してその土地に住んでいる人たちをどこかに強制移住させて人々を入れ替えれば、その土地はもはや完全に奪うことができるというようなやり方さえアメリカは指南しているようなものであり、トランプ政権の言動は未来に対する影響を考えることが全くできていません。ちなみに、過去に戻っていけば、ソ連が日本に対して侵攻した際には北方領土が占領されました。この時ソ連はそこに住んでいた日本人を全員強制移住させ、逆に北方領土に対してはロシア本国から入植者をどんどんと移住させました。そのため現在の北方領土においては日本語話者は一人もいません。もちろんロシア語を標準として第二外国語で日本語を話すといったいわゆる通訳的な人はいますが、それはアメリカの定義で言えばもはや北方領土はロシアのものになったというようなものです。このようにトランプ大統領の軍事力を使って他国の領土を占領し、そこの人々から言葉を奪い文化を破壊し、自分たちの都合のいいように支配を行えば、領土変更はアメリカが承認するというのは、非常に悪質な行動だと言えるでしょう。なお、ウクライナ情勢に関して日本の影響は非常に少ないわけですが、
何もしていないわけではありません。ウクライナに対する支援を行うことによって、ロシア側からの批判が届いています。ロシア、日本の対ウクライナ円借款を非難、凍結資産を活用した窃盗。ロシア外務省は、日本政府がロシア凍結資産からの収益を裏付けとして、ウクライナ復興に4719億円を融資する文書に署名したことについて、窃盗に加担していると日本を非難した。日本政府は、対ウクライナ円借款に関する書簡の署名交換を行った。昨年6月に開催された G7 サミットで設立が決まったウクライナのための特別収益前倒し融資の枠組みの下で実施されるロシア外務省のザハロワ報道官は記者団に対し、この融資はすでに悪化している日露関係をさらに悪化させると指摘。我々は以前から日本側にいかなる形であれ、ロシア連邦資産を使った非合法な実験に参加することは窃盗への加担とみなされると警告してきたとした上で、我々はこのような行動は極めて敵対的であり、背信行為であると考えている。法的にも普遍的な概念においても許されないことだと述べた。というわけでロシアは自分たちが行っている国際法的にも普遍的な概念においても許されないこと、他国に対する軍事侵略とそれに伴う長期の占領継続といった問題を鼻に上げた上で日本を非難しています。なお、日本国内では誤解に基づく批判もあります。例えば、ウクライナに対する復興支援で4719億円を融資するという話。融資という言葉の意味がわからず、日本はウクライナに対して税金をジャブジャブと与えているといった表現を行って批判する人がいます。ウクライナに対する融資支援というのは、日本が凍結しているロシア資産から生まれる利子配当収入などを返済原資としてウクライナにお金を貸し付けるというものです。ウクライナ自身はその返済に先ほども述べたロシアの凍結資産が当てられるわけなので、お金を貸し付ける日本も一時的にお金は立て替えるものの、結局のところ返ってくるものですから、支援のやり方としてはやりやすいし、受け取るウクライナ側としても返済の苦労をしないわけなので、ロシアだけが不満を述べるものとなっています。ロシアが日本に対してもっと好意的になってくれというのであれば、そもそも北方領土からさっさと去って日本に返還してほしいものです。そして、ウクライナ情勢に関連して、ロシアは北朝鮮からかなりの軍事物資を購入しているわけですが、その見返りとして軍事技術や食料、エネルギー支援などを行っていると見られています。そうすることによって北朝鮮の軍隊の近代化が図られている可能性があります。その一端が見える記事を紹介します。北朝鮮の新型5000トン駆逐艦チェヒスンが浸水。弾道ミサイル搭載可能な対地打撃駆逐艦。4月26日、北朝鮮は前日の4月25日に西部にある南浦造船所で新型5000トン駆逐艦チェヒョンの進水記念式を盛大に行ったと発表しました。チェヒョンは朝鮮語で国防大臣などを歴任した人物からの命名です。新型駆逐艦は艦橋の上部の塔に AESA レーダーのパネルが見えます。また、通常の設計ならば、艦後部のヘリコプター格納庫とするスペースを VLS 垂直発射システムに置き換えており、しかもこの VLS は巨大なため弾道ミサイルを搭載可能と推定します。北朝鮮は同艦を多目的駆逐艦と呼んでいますが、実際には核攻撃用の対地打撃駆逐艦です。ただし、防空用の艦対空ミサイルも非常に充実しているとみられ、広域防空艦としても機能します。しかしおそらくですが、北朝鮮海軍の運用では、艦隊を組んで戦うのではなく、単艦で行動する場合がほとんどになるでしょう。搭載する防空システムは自己の生存用です。毎年のように一般国民の中には餓死者が出る北朝鮮ですが、金正恩体制を支えるため軍に対しては予算が最低限いつでも割り当てられますし、ロシア側からの軍事支援を受けた兵器については整備が進められてしまいます。特にウクライナ情勢に関連しては、海軍は大きな被害を出していません。黒海艦隊だけは、ウクライナ軍の攻撃を受けて多くの軍艦が沈められましたが、それ以外の各地に配備された艦隊については、地中海から黒海へと入ることが許されず、現在でもなお温存されています。そのため、軍艦に搭載するための対空ミサイルや各種兵器については、
ロシアから北朝鮮へと売却される可能性もあります。何にしても北朝鮮においては、決して豊かな財政状況ではないにもかかわらず、新型の駆逐艦を造船するなど、軍の一部には十分な予算付けがされている可能性があります。これを支えているのが、ロシアに対する軍事物資の販売及び兵士の販売も含まれていると考えるならば、ロシアによるウクライナ侵略は、アジア情勢についても、やはり危険な要素を含んでいるのです。北朝鮮の軍事力拡大は核兵器のみならず通常兵器についても戦力が整うことを意味し、しかもそれは国民の犠牲に成り立っていて、脆弱な国民とより強化された軍隊による支配といった形を強固にしてしまいます。多くの人々がそうであるように、自分が今いる場所から遠い場所で起きた出来事というのは自分とは関係がないと思いがちです。実際直接的に被害が出るか出ないかで言えば、自分に何かが飛んでくるわけではありませんから、そこを実感することはありません。しかし、国際情勢というのはそうした物理的な距離を超えてきてしまいます。例えば今回紹介した記事の話などで言えば、ロシアによるウクライナ侵略というのは、非常に遠い国の出来事のように思いますが、ロシアは日本の隣国です。第二次世界大戦当時で言えば、ソ連が日本に対して侵攻して北方領土を占領。そこに住んでいた日本人を全員強制的に排除し、現在もなおロシアが占領し続けています。そして北朝鮮もまた海を介して日本にとっては隣国です。北朝鮮はロシアに対して軍需物資と兵士らを販売することによって大きな利益を得て、今まさに体制の維持強化を図っています。とっくの昔に核兵器とさらに大陸間弾道ミサイルの開発などを進めることによって戦力強化が図られているわけですが、核兵器搭載の弾道ミサイルについて軍艦や潜水艦に搭載しようという計画が進められていると考えるべきでしょう。北朝鮮にとっての生き残り戦略なわけですが、同時にその生き残り戦略によって威圧を受けるというのも事実です。そしてロシアが行っている隣国に対する侵略を行い、自分たちの勢力圏を広げようという動き、アメリカがこれを追認するようなことをすれば、当然のようにそれを前提として中国が似たようなことを考えたとしても何の不思議でもありません。むしろ前例があるんだからもう二度とないとは言えない話となります。それは何も台湾有事の話だけではなく、むしろ台湾有事よりも先に尖閣諸島周辺を中国が資源開発を目的として実効支配を強める可能性すらあるわけです。日本国内においては特に人命が政治的にも影響が強く、相手が強く出た時に自衛隊員が死ぬかもしれないといった行動が取りづらいといった問題があります。一方においてロシアの戦局についての話をこれまで何度とかしてきましたが、一人一人の人命に対する扱いは非常に日本とは異なっており、むしろ誰が一体あの国で気にしてくれているのか、日本人の私の方が心配なぐらいです。このことは同じように中国に対しても同様のものだと見た方が良いでしょう。例えば日本国内では日本人の命に対する感覚を中国側に当てはめて、一人息子が多いんだから戦争なんかできないといったまさにお花畑全開の発言をする人も別に珍しいものではありません。人権感覚が発達した地域においては、そうした人の命を軽々しく扱うことはないだろうというちょっと思い込みといったものが発生しがちです。そして日本に対しては強く出てこないだろうという考え方も思い込みの一種です。中国は南シナ海全般において味方につけることも可能なはずの国々に対して、ここの海は自分たちのものだとして人工島を築き、そこに軍事施設を配備し、自分たちの領海であるかのような話を以前からずっと行ってきました。隣国ベトナムとの間では軍事衝突が起こったことすらあります。大規模なものではなく、艦船による衝突ぐらいなものではありましたが、決して仲良し全開のような話ではありません。ロシアによるウクライナ侵攻が長期化することに伴って、残念ながら国際秩序については、その抑えがどんどんと効かなくなってきているのは明らかでしょう。それに伴って次の地域紛争やもしくは国家間戦争といったものがさらに起こったとしても、世界にはこれを止める手立てがありません。むしろそうした紛争や戦争といったものが起きた時に、やったもん勝ちになってしまう世界といったものが今我々の前に現れようとしています。その時に人命を第一にして考えるべきだという考え方、それ自体が軍事侵略をする側にしてみれば利用しやすい考え方であるということを今から意識しておく必要があるでしょう。それは日本にとって非常に受け入れがたく、そして冷たい現実を突きつけることとなります。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。
チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録よろしくお願いします。そして考えを整理するのに役立ったなと思われる方はぜひとも他の方にお勧めしたり、スーパーチャットのご利用もご検討ください。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。